皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、世界の安全保障ニュースについて取り上げていきます。というのも、今回の話題としては、イラン、イスラエル、ロシア、そして日本の話題へと、様々なところで起こっている話題について取り上げていきます。現在、ロシアによるウクライナ侵略、そしてイスラエル、イランとの間における戦闘激化など、戦争といったものがもはや日常的に起こっている状態です。現在、日本はいずれの国とも戦闘は行っていませんが、だからといって未来においてそれが続くとは限りません。むしろ、戦闘が日常的に起こっていることを考えれば、未来においても、ある日唐突に戦争が始まっていたとしても、もはや驚くことでも何でもないといったような認識を持つ必要があります。安全保障関連のニュースからは様々な考えるべき項目も浮かび上がってきますから、ぜひとも情報の整理整頓更新にこのチャンネルの動画をお役立てください。今日最初に取り上げるのはイラン・イスラエル間における戦闘関連で、ロイター通信よりイスラエルコッズ部隊の司令官殺害と発表。イスラエルのカツ国防相はイラン革命防衛隊の海外作戦を担うコッズ部隊の司令官を殺害したと発表した。イランのコムにあるアパートで攻撃したとしている。カツ氏は声明で、殺害したのはコッズ部隊のパレスチナ隊を率いていたベテラン司令官サイド・イザディ氏だとした。コッズ部隊は抵抗の枢軸と知られるアラブの同盟網を構築した。1982年にレバノンの民兵組織ヒズボラの創設に関わり、ガザ地区でパレスチナのイスラム組織ハマスを支援するなどした。しかし、ここ2年ほどは大きな打撃を受けている。ハマスが2023年10月にイスラエルを攻撃して以降、イスラエルの攻勢によってヒズボラなども弱体化した。イラン・イスラエル間における戦闘はどうしても軍事力同士のぶつかり合いといったものが一番目立つものですから、そこに注目する人は多いでしょう。実際そこに注目すべきポイントもたくさんあります。空軍力の差であるとか、イランが攻撃に用いる弾道ミサイルをいかにして迎撃するかなど、はっきりと目でわかる情報もたくさんありますから、そこに注目する人は多いでしょう。それと同時に忘れてはならないのが、諜報機関の活動です。特にイスラエル側の諜報機関モサドの今回の活躍は、近年においてちょっと聞いたこともないレベルで凄まじい戦果を上げています。というのも、イスラエル側は先制攻撃について連続的に波状攻撃を仕掛けているわけですが、イランの主要な軍人や科学者たちについて次々と殺害しています。その殺害方法について言っても、軍の主要施設のどこで話し合いが行われているのか、どの時間に集まっているのか、科学者であればどこが自宅で、どの時間帯であれば家にいるのか、そういった情報を本国とやり取りを行った上で、戦闘機による空爆で軍の主要人物を殺害したり、科学者については家に帰ったところをモサドの別動隊が現地で殺害するなど、その情報収集、分析、そして相手国内での破壊工作作戦など、ちょっと尋常じゃないレベルでの活動を見せています。このような諜報部隊の活動については、モサドについては以前から高い評価を受けていたので、あまり驚かない人もいるかもしれません。しかし、諜報機関のその重要性といったものは、もっともっと評価されるべきです。例えば、軍事力という意味においては、アメリカとイスラエルを比較した場合においては、圧倒的にアメリカの方が軍事力は上です。そのアメリカは、フーシ派に対する空爆などをこれまで何度となく行ってきました。しかし、フーシ派の主要人物もしくは主要な兵器類が一体どこにあるのかよくわからないままにフーシ派に対する空爆を行いました。そのためトランプ政権のフーシ派に対する攻撃はあまり成果を上げることができませんでした。一方で、軍事力単体で見ればアメリカより劣るイスラエルですが、現在までのところイランに対する攻撃では軍の首脳陣や科学者たちを次々と殺害に成功しています。これは明らかに諜報機関による情報収集と軍事力が非常に情報の連携を密にしていることを意味し、軍事力による成果を最大化していることの見本だと言えます。ちなみにイスラエルの情報収集が非常に長けているというのは、それだけイラン側に多くの工作員が入り込んでいることを意味します。それは決して1人や2人ではなく、また金銭的に一時的な関係でもないでしょう。おそらくはイスラエル側からお金をもらう形でもう10年とか20年とかずっと働き続けているような人もいるかもしれません。そうでなければ、軍の様々な部門の責任者たちが今どこにいるのか、どう移動しているのか、どこで会議を行っているのか、今いるのかいないのかみたいな話をリアルタイムでイスラエル空軍と共有することなどできないでしょう。もちろん情報機関の活動としては、そうした
長い時間軸での内通者の育成といったものがあるでしょうし、一時的な情報を買うといったことでも活動を行っているでしょう。ちなみにイランの腐敗指数ランキングは151位、ロシアの154位とさして変わりがありません。世界の大半から見れば、役人の腐り度合いはかなりのもので、賄賂を渡せばかなりの情報を得ることができるでしょう。ただ、一時的にお金を渡して得る情報については、いつかどこかの場面で、モサドの工作機関側の摘発へとつながる危険性もあることから、基本的には長期間の関係を築いた上で、継続的に情報を得ることを優先しているでしょう。戦争が日常化していく今の時代にあっては、諜報機関の重要性はもっと高まっていると言えます。相手国が破壊工作を仕掛けるために、情報収集をするための人員を確保する、そういったものを見つけて摘発するような守りを固めるための諜報機関の存在も非常に重要なのです。続いて、イランの核兵器開発について現状どうなっているか。イスラエルはイランで核兵器開発が進んでおり、これを止めることが重要だとしています。一方で、アメリカでは見解がある程度分かれています。トランプ氏、国家情報長官は間違っている。トランプ大統領はイランの核兵器製造を否定する情報分析を示したギャバート国家情報長官について間違っていると主張した。トランプ氏はイランは数週間か数ヶ月以内に核兵器保有国になるだろうと語ったが、具体的な根拠は示さなかった。イランへの攻撃について2週間以内に判断するとしているが、誤った情報に基づいて開戦に踏み切った2003年のイラク戦争の二の舞を懸念する声も上がっている。アメリカは2003年、イラクのフセイン政権が大量破壊兵器を隠し持っていると主張し、侵攻して政権を打倒。しかし戦後に大量破壊兵器保有の証拠は見つからなかった。トランプ氏は検討中のイラン攻撃と過去のイラク戦争との違いについて問われると、私はイラクに大量破壊兵器があるとは思っていなかったので、最初から明確に反対したと強調。一方でイランは核兵器製造に必要な相当量の核物質を集めていると訴えた。イランの核兵器開発疑惑をめぐっては CIA などの情報機関を統括する国家情報長官のギャバート氏が上院公聴会でイランの高濃縮ウランの保有量は過去最高の水準で非核兵器保有国としては前例がないと指摘。一方で情報機関はイランが核兵器を製造していないと判断している。最高指導者ハメネイ氏は2003年に凍結した核兵器計画の再開を承認していないと証言していた。トランプ氏の発言後、ギャバート氏はアメリカはイランが最終的な組み立てを決断すれば、数週間から数ヶ月以内に核兵器を製造できる段階にあるとの情報を得ていると投稿し、トランプ氏に歩調を合わせた。イランの核兵器保有が近いという十分な証拠のないまま攻撃に踏み切って報復を招けば、戦争が泥沼化したイラク戦争の二の舞になりかねない。イラン攻撃を実施した場合に地上軍を投入する可能性について問われたトランプ氏は、地上軍については話さない。それは最後の手段だとのみ答えた。そして IAEA も似たような話をしています。イラン核兵器開発証拠なし。国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長は、イラン核開発問題をめぐり、我々はイランによる核兵器開発に向けた組織的な取り組みの証拠は何も持っていなかったと述べた。イスラエルのネタニヤフ首相は、核開発を止めなければ、イランは短期間で核兵器を作ることができたと主張していた。アメリカにしてもイスラエルにしてもそうなのですが、現在のイランは核兵器を持っていない。そして核兵器開発に着手しているかといえば、どちらにしても今すぐにさあ核兵器を作ろうぞと動いているわけではないと分析しています。一方において、このままでは核兵器を持つんであるから、今のうちに叩いておこうという理論がまかり通っているわけです。これはイラク戦争の時にイラクは大量破壊兵器を隠し持っているんだというような主張していたのとはちょっと違うもので、そもそも今核兵器を持っていないのは分かっているんだけれども、核兵器を開発できる能力を持っているんだから、その能力がある以上疑わしく、それを叩いて何が悪いんだという話をしているわけです。アメリカのトランプ政権は過去のアメリカ政権のどれよりもイスラエルに対しては非常に強力な支援を行おうとしており、アメリカがバックについている以上、これを押しとどめるという力はどこの国にもないのが現実です。しかもイランがこのまま核兵器を持ったとしたらそれに反対するという意味では、どこの国においてもやっぱり持つべきではないよねという話へと話がまとまるわけなので、今持っていなくても
持てる能力があるんであれば叩くというような話について、完全にこれを否定することもできないわけです。このあたりの話の正当性のなさが噛み合わないという部分については、もはやどうこう言ってもなかなか話がまとまらないような状況です。ですから日本の側から見た場合において大事なのは、そのようなどんな理由を発端として戦争が起こったとしても、何ら不思議ではない状況というものが今の国際情勢における基本なんだなぐらいな感じで見ておいた方が良いでしょう。ロシアによるウクライナ侵略は少なくとも国連常任理事国が率先して国際法を破って軍事力を使って他国へ侵略しており、それを止めることができないということを発端としています。そこからどんどんと広がっているのは、国際法については理念は大事だけれども、それを守るか守らないかで言えば、もはや守っている国の方が圧倒的に不利で、軍事力を行使した方が自分の望みを叶えられる状況へと向かっていることを意味します。日本にとっては非常に居心地の悪い時代状況へと変わっていることを認識することが必要でしょう。続いては、プーチン大統領の侵略の野心丸出しの発言について取り上げておきます。プーチン大統領、ウクライナ全土が我々のもの。国際会議で持論展開。プーチン大統領は国際会議で演説し、ロシア人とウクライナ人は一つの民族だとした上で、その意味では、ウクライナ全土が我々のものだと持論を展開しました。ロシアメディアによりますと、国際経済フォーラムの演説で、ウクライナ侵攻をめぐり、我々は降伏を求めていない。ただ現実を認めるべきだと述べました。ウクライナに対し改めて、ロシアが一方的に併合を宣言した4州からのウクライナ軍の完全撤退や、ウクライナの中立化といったロシアの和平条件の受け入れを求めた形です。また、ロシア人とウクライナ人は一つの民族だとした上で、その意味では、ウクライナ全土が我々のものだと持論を展開しました。我々には古くからのルールがある。ロシア兵が足を踏み入れた場所は我々の領土だとも述べていて、占領地域をさらに拡大させ、ウクライナに圧力をかける構えです。また、ウクライナに侵略する時の口実の一つとしていた、ヨーロッパ各国の軍事力の圧迫を自らが否定しています。AFP 通信、プーチン氏、NATO の再軍備は、ロシアへの脅威ではないと発言。プーチン大統領は NATO が防衛費増額を推進していることについてロシアに対する脅威ではないと述べた。NATO は来週オランダ・ハーグで重要なサミットを開催し、防衛費を GDP 比 5% に引き上げることについて議論する予定だ。プーチン氏はウクライナでの攻勢をアメリカ主導の NATO とロシア間のより広範な紛争の一部として位置づけている。プーチン氏は NATO のいかなる再軍備もロシア連邦に対する脅威とは考えていない。我々は自国の安全を確保する上で自給自足しているからだと述べた。ロシアは軍隊と防衛能力を絶えず近代化しているとして、NATO が兵器にさらに多くの資金を費やすことは意味がないと付け加えた。プーチン大統領は NATO の拡大といったものがロシアを大いに圧迫し、ロシアの安全保障を脅かしているとしていました。そのための干渉地域としてのウクライナを NATO に加盟するなと釘を刺した上で、自分たちの領土にするんだという野心を明らかにしています。ロシアを擁護する人々は、ロシアには何の野心もない。ウクライナはネオナチ政権だといったような行動無形な話をするわけですが、基本的にプーチン大統領の考えとしては、ウクライナは自分たちのものであり、その自分たちのものがヨーロッパ側に向かおうとしていることは許せないものであるというような話をしていることから、ロシアによるウクライナ侵略で正当化できるような侵略理由といったものは、特にこれといって何もないことは明らかでしょう。しかし、現実において国連常任理事国が他国に攻め入ってその領土をどんどんと切り取ろうとしているわけで、今の国際法が全く力を失っていることは間違いありません。さて、そのような中でアメリカのトランプ政権は自国ファースト、そして自分の国は自分で守れというような大きな方針を掲げ、同盟国、友好国に対して防衛費の大幅な上昇を求めています。ヨーロッパに続いて日本に対してもその通達が届いているようです。アメリカ、日本の防衛費増、GDP 比 3.5% を非公式打診、2パルス2見送り。アメリカ政府が日本政府に対し、日本の防衛費を GDP 比 3.5% と具体的な数値目標を示した上で引き上げるように、日本側に非公式に打診していたことが分かった。日本側はアメリカ側の打診を受け、7月1日で調整していた外務防衛担当閣僚会合 2+2 のワシントンでの開催に慎重姿勢を示し、開催は見送られることになった。複数の日本政府関係者によると、
日本側の開催見送りの判断は、7月3日公示の参院選を目前に控えているという政治情勢が大きかったという、ある防衛省関係者は、関税交渉もうまくいっておらず、さらに防衛費の増額について言われたら、2+2開催は、石破政権にとってマイナスでしかないと語る。日本の防衛費増額をめぐっては、日本政府は防衛費を2027年度に GDP 比 2%、約11兆円にする方針を掲げているが、それ以降の数値目標は決定していない。日本政府は27年度以降に 2% 超とする可能性を否定していないが、日本の防衛費は日本で決めるものだとの姿勢をとっており、アメリカ側の圧力で防衛費を引き上げる格好は取りたくないという考えがある。ロシアによるウクライナ侵略に関しては、ヨーロッパ側からの軍事支援といったものが今後も継続的に行われます。それによってウクライナはある程度持ちこたえることが今後もできるでしょう。しかし、アメリカからの支援は全く期待できない状況となりました。トランプ政権はウクライナに対する軍事支援に関しては、一貫してこれを否定する立場にあり、さらにロシアに対する追加制裁についても、もはや検討すらしていない状態だとも言えます。その一方で、アメリカ国民の中に政治的な大きな力を持つユダヤ系の人たちや、もしくはキリスト教福音派のようなアメリカ国民の中でまとまった人数のいる政治勢力などがあることから、アメリカはイスラエルに対する軍事支援については全く惜しみません。これはトランプ政権におけるアメリカ第一主義のその結果だとも言えます。ロシアによるウクライナ侵略を防ぐことには全く無関心であるのと同時に、自分たちにとっての利益に直結するイスラエル情勢については、これを国家を挙げて応援するというわけです。一方、日本に対してはどうでしょうか。少なくとも昔々ソ連と中国といういわゆる共産圏といったものが拡大することを恐れた昔のアメリカであれば、日本は極東地域における防波堤の役目をしており、決して手放してはいけないアメリカにとっての前線基地でした。しかし現在のトランプ大統領がどこまで日本のその戦略上の価値を見出しているかはわかりません。それだけに現在の日米同盟体制といったものが実行力を持っているかどうかは少しずつ怪しい状況になってきています。現在日本の防衛費は GDP 比 1.8%、これから徐々に上げて 2% へ到達するといったことを目標としています。このような状況の中でアメリカから 3.5% といった具体的な数値を上げてもっともっと防衛費を上積みせよという要求が出てくることは少なくとも予想することはできたでしょう。ヨーロッパ各国に対して事前にこのような話はしていましたし、ヨーロッパ各国は再軍備計画を掲げて防衛費をどんどんと積み増すことについて政治的な合意が取れつつあります。ちなみに防衛費についてなのですが、3.5% が純粋な防衛費で、それに 1.5% 防衛関連のインフラ整備などに関するものを組み合わせた形で合計 5% といったものがトランプ大統領が求めている各国自分で守れるようにする予算を設けようという話です。自衛隊の関連予算などが GDP 比 1.8% であることを考えれば2倍以上の水準になるものであり、今すぐこれに応えろというのはちょっと難しいでしょう。しかし、これまでとこれからの国際情勢のことを考えると、防衛費をこれから上げていくということはもはや避けられない議論だと思います。ですから、どんなところにどんなお金を使うのか、そしてそのお金を工面するためにどうするのかといった具体的な方法、手段について議論をどんどんと進めるべきでしょう。例えば、イランとイスラエルとの戦闘激化で言及した諜報機関については、その破壊工作が日本で行われないようにするためにも、本格的な諜報機関を日本で作る。そのスパイ活動を防ぐためのスパイ活動、その根拠法としても対スパイ法については整備を進める必要がありますし、また、ウクライナが行ったスパイダーネット作戦のように相手国に入り込んでからの小型ドローン攻撃といったものも想定されることから、強固な掩体といったものを設けることも必要ですし、またミサイル攻撃を受けることも前提とした地下施設の充実や国民が避難するためのシェルター建設など防衛費を増額するプラスアルファその関連のインフラ整備といったものには様々お金が必要で、そういった何に使うのかどこが重要なのかについて話し合う重要性はどんどんと高まっています。トランプ政権が要求してきた日本の防衛費を今の2倍以上にしようという話は今すぐ受け入れてがたい話ではあるものの、その必要性については
否定することができないということを今の国際情勢から読み取ることが重要でしょう。皆さんも今回の話を聞かれてどのようなことを思われたか、ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットの利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。